今日は姉さんの三回忌だった。あれからもう3年も経つのかと思う。私ももうすぐ17だ。姉さんと同じようにひなしろの乙女としての役目を果たさなければならない日が近づいている。美香ちゃん、ひなしろの少女ってお話知ってる？お内裏側の災いを治める女の子の話。ううん、そんな夢の話じゃない。昔、ずっと昔にこの川に投げ込まれた女の子の話。最初の少女は自分以外の誰かの病を癒すための生贄としてこの川に捧げられたという。彼女には何の咎もないのに、彼女が諸子だったという理由だけで泣いて謝り続ける彼女を川に投げ入れ、その代償としてもう一人の少女は幸福を得たという。それはどんな意味のあるものだったのだろう。私にはわからない。彼女に幸福になる権利はなかったの。彼女が何をしたというの？彼女が生きているということは、もう一人の少女が生き残ることほど意味がなかったというの？そんなの信じたくない。やがてその少女の悲しみは川をせき止め、このひなしろの地に災いをなしたという。寂しさと悲しさに泣く少女の霊を慰めるため、さらなる少女の犠牲が求められ、ひなしろの乙女は生まれた。そして姫神はそんな生贄の家系、その家に生まれた娘は生まれながらの霊力を持ってひなしろの女の子たちの悲しみを慰め、お内裏側の災いを防ぐために、その時が来たら自らの命を捧げなくてはならない。私、今でも覚えてる。美香ちゃんと机上通信を始めたあの夏、夕暮れ遅く、図書室の窓から裏山を見ている時にね、確かに聞いたの。たくさんの女の子が私を呼んでいる声を。
ミカちゃん、どうして帰るの？ミカちゃんがいるべきところはここだよ。私たちミカちゃんと離れたくない。行かないで。ミカちゃん、私と一緒なのは嫌？あの人たちは他にたくさんの光を持ってる。だけどここの光はミカちゃん、あなただけなの。私だけじゃないよ。ほら聞いて、ミカちゃんに言ってほしくないってみんなそう言ってる。あの子だ。あの子も来てくれたんだよ。こっちおいでよ。行っちゃうの？行かないでよ。行かせない。どうして？ねえ、一緒にいようよ。ずっと一緒にいようよ。ここにいよう。行かないで。ここにいようよ。ねえ、ミカちゃん、お願い。ここにいて。あなたが行ったら私たちまた何か悲しいことを起こしてしまうかもしれない。